ブレイブリーデフォルトはどんな着想で今作の開発に取り組んだというか。光の4戦士 DS のそれの2として企画が始まってるもんですから、はい、コンセプト自体は光の4戦士2の時にもう決めてるんですよ。みんなで遊ぶ一人用 RPG ってコンセプト。単性バトルを採用した意図といいますか、光の4戦士から続くスクエニのスタンダードオード RPG スタイルっていう軸があったので、単性コマンドバトルは入るだろうというおのずともこれはと、オクトパストラベラーについてでございますけども、どういった経緯で新規 IP として、立ち上げになったんですかね。ドット絵の RPG が一番やりたい、高橋が言ってくれたもので、はい、RPG としてスクエニファンの RPG ファンに受け入れられるかなって考えた時に、自分はドット絵だと思うって話をしたのがきっかけでした。ドットのゲームなんだけど、ちゃんと今っぽいみたいな。そうですね、衝撃でしたよ本当に。よかった。皆さんこんにちは。インサイドスクエアエニックス、今回の進行を担当させていただきます竹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今回はブレイブリー、そしてオクトパストラベラーシリーズに見る王道 RPG のエッセンスということで、2025年にですね HD リマスター版として発売されたブレイブリーデフォルトフライングフェアリーはどのように誕生したのか、オリジナル版の開発当時をちょっと振り返りながら、そして、後に発売されましたオクトパストラベラー、こちらへどのような影響を与えていったのかをお聞きしていくインタビューとなっております。本日ですねお越しいただきましたのはブレイブリーシリーズ総合プロデューサーの浅野智也さんと、そしてオクトパストラベラープロデューサーの高橋正史さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ブレイブリーシリーズの総合プロデューサーをやってます浅野です。よろしくお願いします。お願いいたします。オクトパストラベラーのプロデューサーの高橋です。オリジナル版のブレイブリーデフォルトではアシスタントプロデューサーを担当しておりました。どうぞよろしくお願いいたします。お二方本日は改めてどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ブレイブリーデフォルトフライングフェアリーは2012年に任天堂 3DS で発売されました。クリスタルをめぐる光の戦士たちの壮大なストーリー、スタンダードな単性バトルを踏襲しながらもターンの前借り、そして貯蓄をすることで、自由な戦略を描けるブレイブ&デフォルトのシステム、20種類以上の組み合わせによるジョブチェンジの多彩なパーティー育成、スクエアエニックスの新しい王道 RPG としてシリーズ累計販売本数は全世界で300万本以上を突破し、2025年に任天堂スイッチ2で HD リマスター版が発売されました。そして、2018年にはブレイブリーシリーズに続いてオクトパストラベラーが発売されました。昔ながらのドット絵に 3DCG の画面効果を加えた HD2D グラフィックが初めて採用された作品です。出身や職業も目的も異なる8人の旅人たち、主人公ごとに異なるフィールドコマンドは町人と戦えたり連れ回せたり、新しいロールプレイの遊びを可能といたしました。そしてブレイク&ブーストを生かす新たなコマンドバトル、こちらターンで溜まっていく BP を消費して行動を強化することができるブーストと、弱点をつくことで敵の体勢を崩すブレイクはより戦略性の高いコマンドバトルを実現いたしました。またジョブとアビリティを組み合わせるパーティー育成はベースジョブ、そしてバトルジョブの組み合わせによって自由度の高いパーティー構成が可能となっております。2023年には完全新作オクトパストラベラー2が発売され、2024年にシリーズ累計500万本を突破いたしました。さあということで、本日こちら取り上げていく2作品紹介させていただきましたけども、こちらオリジナル版のブレイブリーデフォルトからは、今この動画の収録時点、現在でですね約12年が、経過しているんですけども、浅野さんの開発チームは、この期間、複数のタイトル、リリース発表されていると思いますけども、どうですかこれまでを振り返ってどうだったかって言われると楽しかったですね。そうですね、楽しいことも辛いこともいろいろとたくさん経験してきました。ブレイブリーデフォルト、フォーザシークエル、ブレイブリーセカンド、オクトパストラベラー、バリアスデイライフ、トライアングルストラテジー、ライブアライブ、ブレイブリーデフォルト2、
オクトパストラベラー2になるかな、つながる、あとまあドラクエ3とかになるって感じかな。いや本当に数多くねこちらこの期間の間にも、作品出しておりますから、大きなところで言うと、ブレイブリーやってセカンドやって、それでオクトパストラベラーになるんですよね。ブレイブリーシリーズをずっとやっていくというよりは、新しくオクトパスになって、で HD2D という表現方法を獲得しというか、作り上げて、それでRPG のみならずタクティクスやったりだとか、ジャンル違いやったりだとか、あと過去の名作のリメイクをやったりだとか、ちょっとずつ違うことをやりながら、そういうので広げてってるつもりです。いやもう、本当に確かにこの約12年の間ですけど、新規 IP はもちろんですけど、リマスター版も本当に、リリースもされて、そうで、一つの原点であるブレイブリーデフォルトなんですか、聞いたことあるけどなかなか遊ぶのが大変、まだちょっと手が出せてなかったって方が、ずいぶん耳に入ってたもんですから、この機会で、HD リマスターという形で出せて、よかったなって思います。ということで改めてなんですけども、今回のテーマといたしまして、こちらブレイブリーそしてオクトパストラベラーシリーズに見る王道 RPG のエッセンスと、目打ちまして、今回、こちら取り上げていくわけなんですけども、まずはですねちょっと本題に入っていく前に、ちょっとお二方に一ゲームプレイヤーとして RPG 体験、こちらをちょっと振り返っていただきたいななんて思っているんですけども、ちょっとまず浅野さんからよろしいでしょうか。何か思い出深いというか印象に残っている RPG じゃあ自分からちょっと話させてもらっちゃうならば、RPG 原体験でいうと、もう完璧にドラクエ3、FF3、ドラクエ3、もうファミコンドアの時代の、もうジョブチェンジ両方ともジョブチェンジが大好きなんです。大好き、ジョブチェンジが大好きです。未だにジョブチェンジが大好きなんです。もうしっかり今作に影響されてますからね。そうなんですよ。そればっかやってるんですよ。もう具体的な思い出とかで言うと、でもやっぱりジョブチェンジから入ってくって感じになるんですかね。そういった部分。具体的な思い出、そうですね。FF3 のリメイクとかをやった時にちょっとお話したこともあるんですけど、小学校4年生か5年生か、ラストダンジョン、クリスタルタワー、クリスタルタワー、長いんですよ。当時小学生で、ガリガリ君かなんかをバトルが忙しかったんでしょうね。なんか置いといて、なんか気がついたらなんか親が帰ってきてうわーっつって溶けてどうしたのみたいな感じで怒られた記憶があります。もうゲーム本当に熱中しちゃって、そうですもんね。息抜けないんですよ。第2回と行った時にもう時間疲れてるし、キャラクターも限界だしで早くボス行っちゃいたいんだけど、横のやつら倒していかなきゃいけないんだけど、もう限界でみたいなこっちもだしキャラクターもだしっていう、親も帰ってくるしみたいな。そうですよね。本当にやめ時がわからないというかやっぱりゲームクリエイターとして今お仕事されていて、影響はもうしっかり受けているっていう感じですよね。まさにですよね。もうそういうことですもんね。まさにそうですもんね。高橋さんいかがですか。自分も原体験はファイナルファンタジー3なんです。ファミコンのファイナルファンタジー3を幼稚園の時にやってました。だいぶ早いというか、でもそうですよね。6校へと9校へのちょっと年離れた兄が2人がいるので、見よう見まねだったんですけれども、それがRPG の原体験で、ファイナルファンタジー3が欲しいって言ったのも自分で、当時ってなんかデパート行くとなんかテレビにファミコンがつながれてて、なんか展示されて私有ができるみたいなところがあったんですけど、あれでちょうどファイナルファンタジー3がやってて、このゲームやりたいって言って買ってもらった初めてのソフトで、親が結構ゲームに対しては厳しくて、大体1日1時間ってよく言われると思うんですけど、1週間に1時間だったんです。そんなに厳しかったの？そう、1週間に1時間しかやれなかったので、なんか大体1本のソフトを1年かけてクリアするみたいな感じなので、よし今週の土曜日に1時間もらえたから15分レベル上げをして15分で次の街行って、もう決めて自分で10分買い物して20分はその時決めようみたいな感じですごいですね。なんかその当時からシフトみたいなことをしてたんですかねみたいなことをやったのが
ファイナルファンタジー3ですし、さっき浅野さん話してましたけど、なのでクリスタルタワーはクリアできなかったんです。でもやっぱり1時間じゃクリアできないので、クリアできないって言っても諦めてもう一回ニューゲームで最初からみたいな感じ。3週間デフォルトして貯めたらなそういう仕組みがね、そういう交渉能力があればなんとかなったんですけど、これはできないってなって、そこまでにはなってました。その後多分遅れてだと思うんですけど、スーパーファミコン買ってもらって初めてやったソフトはファイナルファンタジー5でした。5で、なのでジョブチェンジがやっぱり頑張ってくるやっぱファイナルファンタジー3だったり5が一番なんか自分の RPG 像として影響は大きく受けてるかなと思います。クリエイターになっても今はもうそこがしっかりと、そうですね、影響を受けてっていう。なるほど。やっぱりでも初めてやったゲームとかってずっと印象で残りますよね。そう思いますね。今この動画を見ている皆さんももちろんそれぞれいろんな RPG のデビューっていうのがあると思うので、ちょっと今皆さんも思い出しつつで、この動画も見てくださっていると思いますけども、早速ちょっとじゃあ今回の本題にも入っていきたいと思います。さあということで、早速今回の本題なんですけども、ブレイブリーデフォルト、フライングフェアリー、そして、オクトパストラベラーのそれぞれの立ち上げの経緯とそのコンセプトですね。ブレイブリーデフォルトは僕も実際にプレイさせていただいて、どんな着想で本作の開発に取り組んだというか。ブレイブリーデフォルトでいうと、その1個前の作品、前身が光の4戦士、DS の時代のファイナルファンタジー外伝のそうですね、副題つけさせてもらってるんですけど、それの2として企画が始まってるもんですから、なのでファイナルファンタジーのスピンオフ作品として始まっている。最初は光の4戦士2だったんですよ。そうなんですね。なんだけれども新作であればっていうそこはなんか軽い感じというかあれだったんですか。やっぱり会社としてもその新作ドラクエ FF 以外のやつ、新作っつうのもなんですか出して当てていきたいというか、新しい軸というかの部分で獲得していきたいのは今も変わらずあるんですけど、そういったところで作り途中だったその光の戦士の2、新作としてチャレンジしてみてはっていう。本当にじゃあ作り始めというよりかは作っていくうちに新作として切り替わっていったって感じの、ブレイブリーデフォルトのコンセプトの話もあるんですけど、コンセプト自体は光の4戦士2の時にもう決めてるんですよ。なるほど。なので光の4戦士っつったらクラシックなトラディショナルなスクエニらしい RPG スタイルみたいなところから始まっていて、それに今回2としてどうするっつうので当時掲げたのがみんなで遊ぶ一人用 RPG ってコンセプトです。なるほど。非同期通信っていうので、すれ違いありましたね。すれ違い通信でどう一人用 RPG にちょい足しするみたいな、すれ違い町復興、あとフレンド召喚、アビリンク、アビリンクもありましたね。アビリンクですね。こういったところが新しいコンセプトでした。あとはプラットフォームが DS から 3DS になるっていうのが決まっていたので、その裸眼立体視、そうですもんね。これをどう活用するかっていうので素敵なビジュアル見た目、確かに背景アート一枚の素敵な絵がね、まるで空間のように体験できる。そうですね、立体的に裸眼立体視、ありました。裸眼立体視は大好きでしたね。そうです。もっと深くできないかなっつって。わかります。なのでベーシックなところとしてはFF っぽいというか、オード RPG っていうところがもう軸としてあって、それにそのプラットフォーム特性だったりだとか、あとは通信規格だったりだとかで脇を固めるというか枝葉つけるみたいな、そんな作り方ですね。いろんな要素を付け足していってっていう形で、ただ軸はそのスクエニっぽい RPG。そうですもんね。実際クリスタルが深く関わってくる話ですもんね。そういうことですもんね。そして、続きましてオクトパストラベラーについてでございますけども、こちらは同じくどういった経緯で新規 IP としての立ち上げになったんですかね。ブレイブリーセカンドやって、スクエニっぽいスタンダードな RPG のスタイルっつうのは軸として残しつつ、ストーリーやら世界観との向き合い方、そうですね、っていうのをちょっと一段階深めようっていうところから始まってます。ストーリーや世界観とかと真剣に向き合ってみようっていうところですね。
まあ、もう今までも向き合ってたつもりなんだけど、もちろんそれはもちろんねそうだと思いますけど、っていうのと、あとまあブレイブリーじゃなくて新作でどうしようかねなんて会話してる時に、ドット絵の RPG が一番やりたい求められてるはずだっつって、高橋が言ってくれたもんで、で、まあ、確かにねなんつって、じゃあどういう表現ができるかな、どう料理したもんかな今出すならっつって、まあ、当然普通に 2D の RPG ドットの RPG を試しに作ってみたこともあるし、でそれをちょっと半立体にしてみても、見たこともあったんだけれども、新しいプラットフォームでスイッチでスクエニからの完全新作で、フルプライスのゲームに見えなきゃいけない、見えなきゃいけない、ふさわしくなきゃいけない、ザ・ドットの RPG、まあ嬉しいかもしれないけど、でもやっぱフルプライスには見えないよななんつうので、まあ確かにドットだけだと確かにそうですもんね、従来の RPG の。なのでまあ発表のタイミングが決まったところで、お客さんからスクエニの新作フルプライスに見えるようにっていうので、ちょっと今の技術でのそのエフェクトっつうんですかね、我々お化粧なんて言ったりするんですけど、まあ効果、画面効果そうですね、3D に関してのすごい当ててって、なんつうか、なんかいい塩梅というか新しい絵になったなみたいな。そうですもんね。もうプレイしていてもこう奥の方はもうボケてて、で手前も若干ボケつつ、主人公たちの立ち位置のところはピントが合っててっていう、ドットのゲームなんだけど、ちゃんと今っぽいみたいな。そうですね。なったかなって思います。あれはでも本当に衝撃でしたよ。本当に。よかった。本当にそう思いますもん。そのあたりもまあなんかどれだけそのバランス感覚とかはもう本当になんつうかギリギリまでみんな不安つうか発表するまでは不安でしたね。そっか、まあ、初の試みというかあれでしたもんね、だってね、HD2D の技術を駆使してっていう部分では、まあ、自分の視点からはそんな感じ。そうですね、まあ大体言われちゃったんですけどまあ基本的にブレイブリデフォルトがあってブレイブリセカンドがあって、まあちょっとブレイブリセカンドでもっと世界観をちゃんと作ってゲームを作りたいみたいな話がまあ発端としてあり、まあその世界観作りの中でじゃあどういった見た目のものが RPG としてスクエニファンの RPG ファンに受け入れられるかなって考えた時に、自分はドット絵だと思うって話をしたのがきっかけでした。なるほど。なのでまあそのドット絵の RPG ってまあ今作ったらもう昔のものでしょって思われちゃうとは思うんですけど、先ほど一番最初に遊んだゲームってなんか一番原体験として強烈に残ってるよねって話がまさにそうで、一番小学生の一番多感な時期にファイナルファンタジー5だったり6だったりクロノトリガーだったりとかを遊んでた時代のやっぱ思い出を持ってる人たちがちょうど一旦自分だったり浅野さんぐらいの年になってまたもう一度ああいうのって遊びたいよねって需要ってあるだろうなと思ったので、期待に応えられるようなものにしたいっていうのがスタートでした。古き良きだけど新しい、なのでまあそのままではいけなくて、やっぱ今遊んだ人がちゃんと新しいっても思ってくれなきゃいけないし、しばらく10年15年ゲームを遊んでない人が触った時にこれなら遊べそうって思ってもらいたいっていう思いではありました。本当にそのスーパーファミコンだとかそういった時代を経験している方々、うわこの感じってなるような込み上げてくるものがある、ね、ドット絵ですからね。あと一方でね、そのプレイステーション以降の世代の方にもね、新鮮にね、逆に新鮮に、そうなんですよね、そこがまたそうなんですよ。やっぱりプレステに入るとポリゴンだったりとかいろんな技術がまた進んでますけど、もうそういった方々はそっちに馴染みがあるんで、逆に新しい、逆に新鮮になるっていうのが、そういった方たちにとっても決してなんか古いものじゃなくね、受け入れてもらえてるかなとも思います。そのあたりは本当ブレイブリーの時から変わらずで、ブレイブリーもあれなんかAAA のすごいリアリティのあるゲームの見た目ではないんですけど、やっぱり見た目っていうのはブレイブリーならではみたいな感じで、ちゃんとこの見た目いい感じって思ってくれる人たちがいるなっていうのもあったので、それに並ぶぐらいのなんか新しい表現ってなんだろうっていうのはだいぶ悩んだ末にドット絵かなみたいな。いやでも本当にそれがもう大ヒットにつながってるわけなので、ちなみにそのストーリーの部分だとかブレイブリーに少し影響を受けている部分はやっぱりあるっていうのはおっしゃってましたけども、どうですか、逆にここは差別化したぞみたいな部分ってあったりするんですかね。一番大きいのは、ブレイブリーも4人パーティーでスタート地点があってゴール地点がある、一本道なのに比べると、オクトパスはねスタート地点が選べる、で進行自由度があるなんていうのは、
大きく違うところじゃないかなって思いますね。確かにそうですね。もうどの主人公を最初に選ぶかでやっぱり変わってきますもんね。最初オクトパストラベラーを、立ち上げた時に最初にシナリオを書いた時は全然違うスタイルではあったんですよ。そうなんですか。まだ8人キャラクター選べるとかではなくて、はい、よりブレイブリーに近いんですけど割と一本道のお話でキャラクターが12人いて12人バトルみたいな話を僕も最初の頃してたと思うんですけどすごいですねそれは。ただ最初からずっと続いてるコンセプトとしては群像劇でした。はい、ブレイブリーデフォルトがファイナルファンタジー5だったら、オクトパストラベラーはファイナルファンタジー6を目指そうみたいな、テイスト的にも、見た目的にもそれぞれのそのストーリー良さをみたいなところがあって、なので群像劇でっていうので群像劇のお話ではあったんですけど、そこからよりゲーム性を考えた時にどうやったらこういったドット絵のゲームで、そのお話をとにかく第一に楽しむっていうよりはとにかくゲームとしてどう楽しむかって考えた時に、じゃあ最初に主人公を選べるとか、好きなところに好きな順番でいける、そっちのコンセプトの方が大事かなっていうので途中で舵を切り直したっていう感じでした。そこでの調整をしつつで、それで群像劇にしてお話を楽しませるならっつってトライアングルストラテジーが生まれます。そっちにつながるんですよね。そこにまた派生してって感じだったんですね。そうです。なるほど、つながってますね全部がいろいろと早速すごく貴重なお話ももう聞き合ってるわけですけども、これまだまだどんどん聞きたいことが山ほどあるので、ちょっと引き続きいろいろお話もお伺いしていきたいと思いますけども、はい、ここからはですね RPG の要素、ターン制バトル、あとはジョブシステム、キャラクターとシナリオ、この3つに分解してお話を一つずつお伺いしたいなと思うんですけども、まずはちょっとターン制バトルについて、こちら2つの作品で両方とも、採用されているバトルシステム、このターン制バトル、すごく馴染みのあるものではあるんですけども、お二方このシステムのここがやっぱり面白いよねみたいな部分ってどこだと思いますかね。自分ゲームはわりかし頭使いたい方で、なのでいろいろ計画したいんですよ。なのでターン制バトルでいうとあれやってこれやってそれやってドーンみたいなのが決まると気持ちいい。そうですね。敵があれやってくるだろうからこれやってそれやって守っといて、あれやってこれやって反撃みたいななんか計画立てる、戦略立てる戦略ですよね、まさにね。でそれを実行するためにジョブとアビリティ、パーティーの編成ですね、を整えてっていうことだとは思いますが、実は単性コマンドバトル、ブレイブリーもオクトパスもそうなんですけど、実はちょっと専門的な話をすると違くて、ブレイブリーデフォルト1はデフォルトは4人パーティーで4人全員いっぺんに入力させるんですよ。先にそうですね。オクトパスはその人その人都度なんですよ。その人がコマンド入力したらすぐ動く。で次は敵かもしれない、2番目のパーティーかもしれない。で並び順も見えている。それに比べるとブレイブリーは4人全員いっぺんにコマンドを入力させて、GO ってボタンを押したら敵と味方が入り乱れて動くんですよ。1キャラ最大4コマンドあるから、16コマンド打たなきゃいけないんですよ。そうですね。16アクション実行するかどうかわからないのにしかも敵も味方もどういう順番でどう動くか確かにフルでブレイブ使っちゃうとわからないのに、とかっていうのも含めて、わからないなりに、なんですか予測してだったりだとか、計画するのとかが楽しかったりだとか、デフォルトするとダメージがすごい減るので、ボス戦とか、最初デフォルトから入ってって、全員が1個ずつずらしてデフォルトを貯めていってみたいなことをすると、パーティーが基本的に硬いみたいな。デフォルトが4になるところになった人が順番に4回動く、1個ずらしでこう貯めていくみたいな。順番にっていうのはありますもんね、作戦で。これは気持ちいいやっとたまった、よし行くぞで。単性バトルの面白さかどうか分かんないけど、確かにブリブリでブリブリの面白さ。高橋さんどうですか？自分もそうですね。アクションがちょっと苦手な部分があって、ご自身が苦手でっていう、強くなる実感をプレイスキルじゃない形でちゃんと提供してくれてるっていうのが、やっぱなんか自分に合ってるし、自分も達成感が一番感じやすいスタイルだなとは思います。 RPG の成長実感の部分でやっぱりありますもんね。結局最後は上手くないとできないんだではなくて、やっぱ時間をかけて成長させていれば、なんとかはなるみたいな
上手い人はレベルが低い状態で突っ込んでいってギリギリの戦いして楽しいっていう人もいれば、なんかすごい推奨レベル20って言ったのに30ぐらいまで上げてからなんか圧倒して倒す気持ちいいっていう楽しさもあるみたいなところが結構コマンドバトルで表現しやすい部分じゃないかなと思います。そうですね、いろんなスタイルで楽しめるというのは確かに大きいかもしれないですね。ブレイブリーもオクトパスも開発終盤にバランスチェックみたいなのをみんなで頑張ってするんですよ、一生懸命プレイして。で、最強ジョブ最強アビリティが見つからないように、偏りすぎないように、偏らないようにとかっていう観点でチェックしたりしますね。それぞれテストプレイヤーの方、自分らも含めてで、なんつうかみんながみんなこれが最強だよって言い合ってる状態が一番望ましい。それぞれがっていう感じで、自分はこう思う、私はこう思うみたいな、そんなのやってんのみたいなねこんな戦略でいったら勝てたよとか、それをみんなで話し合うっていう、お互いに言い合うみたいなのが楽しい時間っていうのはありましたもんね。自分の戦略さっき話したそのギリギリの戦いをレベルが低い状態でしたいっていうのが浅野さんで、余裕で倒したいのが僕で、どちらも楽しめる状態になってるかっていう、なので2人でやるとちょうどいい感じのバランスに。そう、高橋がなんか、いやもうなんか炎の杖両手に持ってファイヤーとないのが最強ですよって黒魔同士4人ですよみたいな感じで両手持ちのどんどん魔法打ってるみたいな自分とか性格的に手に入れたジョブは必ず使うとか、同じ武器は2個買ってはいけないとか、そんなこと勝手にやってて、ちょっと自分の中でこう縛りじゃないですけど、そこのいろんなプレイスタイルがやっぱり影響できるのが単性のここのまた面白いところというか、じゃないでしょうかね。もうまさにだからブレイブリーなんかは単性バトル採用した意図といいますか、そこはそうやって楽しんでほしいみたいな。光の戦士から続く、スクエニのスタンダードオード RPG スタイルっていう軸があったので、単性コマンドバトルは入るだろうというか、おのずともこれはと。ただ最初に企画の初期ではアクションでも戦えるけど、アクションでも戦えるけどコマンドバトルもできるみたいな企画の状態のこともあったんですけど、初期の初期フィールドでモンスターがいて、そこをこう切って攻撃してボタンを押すとコマンドバトルに切り替わるみたいなモックは作ってた時はありましたけど、アイディア出しの段階の時とかで。そうですね。で今ブレイブリーのその戦闘の話も出ましたけども、これやっぱり特徴的な部分としてはターンの前借り、あと貯蓄ですよね。どんなタイミングで生まれたというか、どんな発想で出てきたものなんですかね。お恥ずかしい話で、もともと光の戦士2だったんですよ。しばらくしてブレイブリーデフォルトっていうタイトルに行き着いたんですよ。よしこれはブレイブリーデフォルトにしようっつって、ブレイブリーデフォルトだしようっつって、そういうことでディレクターさん、ブレイブとデフォルトを使ったシステムが欲しいっつってタイトルから引っ張ってきたんですか、システムを。そんなことあるんですか。本当ですよね、そう思いますね。ファイナルファンタジーでいうとファイナルってわざとファンタジーっていうのを出してくれことを言ってるのと一緒ですよね。ブレイブリーデフォルトと。当時もなんかいろんな意味を込めてブレイブリーデフォルトって言葉に行き着いてるんですけど、なんですか、それをもっとゲームに入れたかったんですよねっていうところもあって、ブレイブリーのバトルでブレイブとデフォルトがない姿、スタンダードな RPG でしかなかったというか、止まりなところもあって、当時出したばっかの時はブレイブとデフォルトとかってなきゃいいのにみたいな言われたことも耳に入ったこともあったんですけど、誰だそんなこと言ってやつ誰だ。でもそこからね10年15年も経つとね、やっぱないと物足りない。いや本当にこれは。当時のねディレクター中原ディレクターさんがよく考えてくれたと思います。防御でもちろんねデフォルトするとダメージを抑えられるっていうのもあるし、次のターンにつなげられるっていう部分で一気に展開できるっていう。当時スタンダードな RPG をベースにしつついろんなところから着想をもらって当時っぽく遊びやすくしてるんですよ。遊びやすく、当時でいうと洋芸なんつうのが出始めたタイミングで、洋芸ってもう次ここ行け次ここ行けってもう全部マーク出てるんですよ。とにかくなんでここ行くんだっけってよく分かんなくてもそこ行き話進んでいくんですよ。遊びやすいんですよ。ブレイブとデフォルトっつうのも、なんつうか今リスク取ってでもいっぺんに今倒しちゃいたいみたいな、自分のペースでプレイしたいみたいなのとかが反映されて、で当時の水準かもしれないけれども、スタンダードの RPG を
当時なりに、遊びやすく自分のペースで遊べるように、あと戦略の意味でもそのデフォルト、防御に意味を持たせたっていうのも一つありますね。アイディアだったなと思います。バトルの調整というか、そこって結構逆にこう難しくなったりとかってしなかったんですか？わりかしブレイブリーデフォルトはなんか大味な味付けにしてほしいって割とガチガチにこのちゃんと設計しようとするとだいたいなんか 1.1 倍のダメージみたいな感じになるんですけど、いや2倍4倍10倍とかに気持ちよさが欲しいみたいな、気持ちよさの部分でそっちの方を優先したいみたいな。そうだったんですね。なんだっけ、反撃するやつ、ソードマスター。ソードマスター、ありますね。あれとかもなんかなかなか食らわない上に食らった時に返す技だから、倍率が低いなんつってたらなんか700% みたいな、なんか確かにあれめちゃくちゃ決まると気持ちいいんですよね。そう気持ちいいですねあれ。これでもこのシステムブレイブ&デフォルトは敵も使ってくるじゃないですか。そうですね。これがまたちょっとこう面白いというか、戦略性がまた一段階変わるというか、敵がデフォルト使うとめちゃくちゃ硬くて攻撃入らない。でもジョブによってはそれを貫通する技がある、ちゃんと用意していて、中盤以降になってくるとやっぱ大体プレイヤーこうするだろうなを想定したバランスになってたりするんで、なんか最初の3ターンなんかデフォルトデフォルトデフォルトで、4ターン目でよし4連続攻撃ってしようとすると相手がデフォルトしてそうなんですよね。ここ来るそれ来るよねみたいな感じで全部なんか防御されてカチンカチンカチンってね無駄にそうなんですよね。ありますねみたいなののちょっと読み合いみたいな。確かにもう溜まりきってるんだけど相手がデフォルト仕掛けてくるかもしれないからもう一回プラスでデフォルトかけとこうかなみたいなとかで打ってこないんかいみたいな。そういや今でやっとけばよかったみたいなありますもんねここは。ちょっと同じようなと言いますか、オクトラの方ではこのブーストとして、ちょっとこれは入ってますけども、これはどうですかね、このブレイブリーの要素を受け継がれているっていう感じでのあれなんですかね、導入がでもそれは近いですね。やはり王道の単性のバトルにワンエッセンス加えようっていうのは最初から決めていて、じゃあそれどういうのがいいかなっていった時に、ブレイブリーデフォルトはそのブレイブによって行動回数が増えるって形だったんですけど、オクトパストラベラーではブーストでコマンドをなんか進化させる。1回のコード、その1回のコードが4回になるってわけじゃなくて、1回のそのアビリティ A っていうアビリティを強化するみたいな、同じアビリティなんだけれども使うタイミング、ブーストの数によってアビリティが進化していくみたいなのを目指したって感じでした。敵をブレイクした上でのブーストで一気にいくと大ダメージが入るみたいな。そうなんですよ。オクトパスのバトルは武器種、攻撃の種類で敵のシールドを削るっていう、武器種の属性がついて、そのシールドをブレイクするっていうところが、一つなんですか、戦うに対してその戦う以上の意味を持たせられたっていうのが一つアイディア。さっきのブレイブリーデフォルトのデフォルトの防御意味がついたみたいな感じで、大体昔の RPG だとだんだん技の方が強くなってくるから、戦うってコマンドを使わなくなってくるんですけど、最後の最後まで戦うは重要なそうなんですよね、行動になる。神官が殴ることって本当に他の RPG だと意味ないんですけど、いいですもんね。このゲームにおいてはすごく意味がある。敵の体勢崩すのがいかに重要かが、大きいです。あれ面白い。ブレイブ&デフォルトですとか、今お話しいただきましたけども、ブレイク&ブースト、こちらによってこの単性バトル本当にダイナミックにアクションが動けるようになっていると思うんですけども、ここを大切にしたんだよみたいな部分って何かあったりするんですかね。やはり単性バトルってもう何度も繰り返し自分としてはもう遊びなんか続けてきたスタイルなので、ワンエッセンス加えた時にちゃんとこれが正解なのか失敗なのかっていうのがなんか分かりやすくしたいなっていうのはありました。ブレイクもそうですしブレイブもそうなんですけど、本当決まったって時にはもう普通に戦ってたら出ないようなダメージがなんか圧倒的ダメージが出たりするので、それでなんかこれやってよかったんだってちゃんとフィードバックをプレイヤーにしてあげるっていう。確かにそうですね、こういうことなんだが分かりやすいですもんね。確かにそれをちゃんとおめでとうって言ってあげるようななんかフィードバックをゲーム側に用意するって感じ。
あとまあダイナミックもそうなんですけど、やっぱなんですか、頭使いたいその考えた戦略、考えた戦略が実行できるように、これとこれ組み合わせられるのかなみたいな、思うことはやっぱさせてあげたい。そうですね。この効果とこの効果重ねられるのかなみたいな、それは重ねられないとダメでしょみたいな。属性攻撃を上げつつ全体化しつつみたいなっていうまさにそこですよね。それをさらに収束させると収束させるとっていうのもありますからね。まさにね、そうですね。そういった部分を全部合わせてっていうのができるのがこの面白い部分。さあ、それではちょっと続きましてジョブについてっていう部分をちょっと深掘りしていこうかなと思うんですけども、ブレイブリーシリーズもそうですし、オクトパストラベラーもそれぞれになんていうんですかね、ジョブのあり方にアレンジが加わってるというか、そんな感じがするんですけども、ジョブシステムの面白さって何かあったりしますかね？自分はやっぱ原点として、ジョブがあるゲームが RPG だって勝手に思い込んでた部分もあったりはするんですけど、各キャラクターに役割を与えられる、その人はアタッカーにして、この人はヒーラーにして、この人はバフをかけて、この人はサポートしようみたいな、それぞれになんか役割を与えるみたいなことを策略家として上からこう見下ろす感じだけど、このパーティーはこういう構成でこうやってこう指示をして、こういう攻撃をしたらどうなるか、それがはまったはまらない、じゃあ次はどうしようかみたいなのを考えるのがやっぱ楽しいポイントかなと。そうですね。もう自分が監督になったかのような感じですよね。まさにね。このジョブ好きだなみたいのってあったりします？どうなんですかね。ジョブシステムで最強に面白かったなんだ記憶で言うと、二刀流乱れ打ちみたいな、両手にそうですね。5の時、連続魔とかもローマンでしたね。どうですか、高橋さん、なんかこう好きなジョブというか。例えばそのオンラインゲームとかでもやっぱり役割があるものが好きで、みんなでシューターしてなんか上手い人が勝ちっていうのはさっきも話したとおり下手くそなんで全然楽しくないんですけど、なんかヒーラーみたいなポジションだと、じゃあ味方のことだけ考えてよとかだと結構楽しめて、サポートに徹しようとか、ファイナルファンタジー14とかだと白魔導士、ドラクエ10だと僧侶モンスターハンターだと狩猟笛もう優しさの男ですね。割と一貫してるんですけど、みたいなところもやっぱ好きだったりするんで、それをキャラクター、その RPG の中でその4人パーティーでこのキャラだったらこういうこと、このジョブでこういうことをさせたいなみたいなことを考えるのは楽しいですね。ブレイブリーの方でっていうと FF と共通しているジョブとかもね、お話もありましたけど、構築していく上では、しっかりとそこは参考にさせてもらってみたいなところあったんですか？そうですね、ジョブ、浅野さんもよくおっしゃってましたけど、もう黒魔導士、白魔導士って言ったらもうこういう姿みたいなのってもうイメージできてるじゃないですか。とんがり帽子の黒魔導士と白赤のこうフード付きのローブを着た白魔導士、白に赤っぽい感じというかそうですねっていうイメージがもう確固たるものがありながら、じゃあブレイブリーデフォルトの黒魔導士白魔導士どういう衣装にしようか、難易度高そうだねみたいな話をしたのを吉田明子さんが、とっても素敵なオミノスとホーリーホワイトの衣装を考えてくださって、あれはお気に入りです。お気に入りなので、最初序盤はずっとなんか黒魔導士4人になったり、覚えた後白魔導士4人にしてでもそうですねもう見た目で決めていくとかもありますもんね、実際ね。そういった意味では見た目的には結構僕バルキリーは好きでしたね。そうですね、大久保先生に書いていただいたあれ感じで、あれ元ネタ竜騎士なんですよ。竜騎士そうですね。で旧来のジョブだけで全部揃えるのもなんつうかこれもスタンダードさと新しさのバランスの話で、新しさを3分の1ぐらい入れたのかな、当時なかった新しいやつっつうので、今思うとバルキリーみたいな、なぜバルキリーそんな本当ね、確かに赤魔導士、召喚士、狩人、バルキリーってそうですねなんでみたいな新しく入れるやつはやっぱなんつうか、
強そう、強そう、かっこいい、かっこいい、使いたい、そう使いたいじゃなきゃいけないよねっつうので、なんだかわからないけどバリキリーでしょ、バリキリー。実際お着替えもかっこいいですし、なんなら技の全体攻撃クレセントムーンも大活躍、皆さん多分これはねあるあるっていうのはあると思うんですけど、そういうなんつうかお遊びっちゃお遊びですけど、そういったところもなんかオクトパスとなんかトーンの違いというか、お互いのらしさだと思います。はい、出せていけるっていう感じで。ブレイブリーシリーズ、そして、オクトパストラベラー、違いの部分っていうのはどういったところを意識して作ってるっていうのはありますかね。衣装デザインみたいなところに、特に重きを置くと、ブレイブリーデフォルトってアスタリスク所持者が持ってるアスタリスクを手に入れたら変身って言って姿が変わるものなので、華やかさ、ジョブとしてのなんかアイコンというか、なんかパッと見てどういうジョブなのかって分かるようなデザインみたいな華やかさを結構重視してたんですけど、オクトパストラベラーではよりなんかその世界、オクトパストラベラーの世界で剣士をやってる人もいるし、踊り子をやってる人もいるし、進化をやってる人もいる。なのでいきなりそのキャラクターのデザインを考えるんじゃなくて、まずこの世界の一般的な剣士、神官、学者ってどんな格好をしてるべきだろうみたいなのを考えて、それをじゃあこのキャラクターの個性づけをしたキャラクターだとどう着こなすかなみたいな。なるほど。なので結構一般的な人が普通に暮らしてておかしくない衣装から逆算して作ってってるっていう。街の人がもうすでにその職業になってて、そこから主人公たちだったらどうなるかって考えるのは、世界観ベースだとそういう風になるかなって気がしますね。そう、高橋はそのオクトパスやった後にブレイブリーデフォルト2を担当してもらってるんですよ。オクトパスからデフォルト2になった時に、なんかジョブチェンジのあり方、アスタリスク所持者っていうのは変身ですねみたいな感じで、なんですか、そこに気づきがあったと思う。そうですね。イラストを描いていただいている、オクトパストラベラーもブレイブリーデフォルト2もキャラデザインしてもらっていた生島さんに、オクトパストラベラーとにかく地に足がついてこの世界観になんか寄り添ってみたいな感じでオーダーをしてたので、ブレイブリーデフォルト2になった時も、じゃあその世界にこう寄り添うとこういう着てておかしくない服で構造でって考え出したんで一旦忘れてもらって、なんか変身させてくださいみたいなまずはちょっともう変身からっていう、もう自由に発想でやってくださいっていう、それぞれの良さがある。良さが、そうですよね。オクトパストラベラーの場合はジョブって戦闘だけではなく道中ですごく重要になってくるじゃないですか。それぞれのベースジョブの部分とかで、これって結構最初から決まっていた部分というかあれなんですかね。そこは初期コンセプトからあった気がするよね。8人でっていうふうに決まってからだけど、もうそれぞれにそういう動きがあるっていうジョブでも、ブレイブリーの4人に比べて8人の中から4人選んでなので、ベースジョブとの組み合わせ、8人の中からの4人の選びがいみたいなのを出してた気がしますよ。そうですね。ブレイブリーの方はもう本当に素のキャラクターは何も個性のない、何にでもなれる、逆に言うと良い、ジョブチェンジしやすい形だったんですけど、オクトパストラベラーについてはそういうスタイルにしちゃうと、じゃあ結局のところ誰がどうやっても同じキャラになっちゃうっていうのに比べると、商人とこの技を組み合わせられるのは商人のこのトレサしかいないよねみたいなところでちょっと差別化が出せるなっていうので、ベースジョブは基本的に付け替えるものじゃなくて、本来この人が持ってるものにしてもう一つ追加で付けられるよっていう形にしたっていう感じでした。道中でももちろん関わってきますし、ボス戦とかで結構重要になってきたんで、テリオンなんか盗賊でこう敵のデバフかけれるけど、ここはもっと回復欲しいんだよなみたいな時とかに変えたりとかっていうので、全体化できるのはこのキャラでとか、そうですよね。こだわったアビリティとかジョブというかあったりはするんですかね、そこって。スタンダードでないものの方が強めに味付けすることが多いです。普通の人白戻し使うでしょと、なかなか薬使ってもらえないでしょ、そのスタンダードな白戻しじゃなくて薬師を使った人が、薬のちょ方がいいじゃんっと使った時に、なんか物足りなかったら
もう一生使ってもらえない4つまあそう日の目がそうですよね。ブレイブリーもオクトパスもかもですね。そこはもうオクトパストラベラーもまあ神官でしょ大体ヒーラーは。まあイメージとしてはそうですね。薬師もヒーラーなんだけれども、まあ結局のところ神官選ばれちゃうだろうなっていうのが最初にあった中で、薬師を使ったらこんなこともあんなことも全部できちゃうよみたいな割とちょっと強めの味付けをして、気づくとってやつなんですよね。気づくとそっちの方が全然お得。最近ちょいちょいバレ始めて僕らの作るシリーズのやつは薬師鉄板で強いぞっつって全体化とか覚えちゃったりするともうそうなんですね、そこがね。ゲームのこの世界観の部分とこのジョブのシステムの自由度の部分、これ両立をこう目指していくために大切になってくるよっていう部分とかって何かあったりするんですかね。大切になってるジョブチェンジみたいなものがゲームの中で、まあなんつうか何なのか、本当にファンタジーのゲームシステムなのか、その世界にあるものなのか、存在してるものなのかっていう取り扱いの話で、実はここにすげえ向き合ったゲームが実はあって、バリアスデイライフっていうゲームはジョブチェンジっていうのはもうその世界にあるもので、人と出会って知り合ってその人から仕事に誘われて、この人と一緒に仕事をすることで仕事を身につけてそのジョブが上達していってバトルで使える技を得るみたいなっていうのに向き合ってるゲームもあります。もう本当に転職みたいな感じですよね。まさにですよね。職業が近いかもしれない。職業ですね。ジョブというか本当に世界観とかに向き合っていくとね、なんつうかジョブって職業みたいな、そんな簡単にチェンジしていいのみたいなだしバルキリーって職業みたいな職業なのかみたいな職業じゃなくないみたいなね。そう、まあ世界観と、ジョブシステムね、システムですからね。でもできるだけね近いところにあった方がいいかなとか、もしくはでもゲームとしてだったりだとか、キャラクターデザイン、アイコンとしてとかね、そういう側面もあるから、ゲームのコンセプトによってそのバランスを変えていくっていうのが今の自分の見解。あとあれですね、グラフィックがどういったものなのかっていうところも結構引っ張られると思いますね。オクトパストラベラーみたいにドット絵のキャラクター、省略された記号化されたキャラクターだと、ジョブチェンジで衣装が変わってもそんなに違和感はないと思うんですけど、すごく頭身が高くてちゃんと綺麗なゲームで、その度にチェンジってやってたらどうしたのってなると思うんですけど、確かにそうですね。なんかそこをやっぱ気になるか気にならないかのラインみたいなのっていうのは結構グラフィックに引っ張られてる部分もあると思いますね。ブレイブリーデフォルトもいや頭身が低くて可愛らしいみたいなっていうところで、キャラクターがコロコロ衣装が変わったりするっていうのもやはりならでは感がある表現だと思います。デフォルト2でギリギリだったかもしれないね。そうかもしれないですね。あれよりちょっと頭身高くてリアルになってくるとまたちょっと印象も違うんじゃないかな。ちょっとまたジョブチェンジじゃなくてコスプレっぽくなってくるんですよ。なるほど。そうか。そこのせめぎ合いはあります。ちょっとリアルに近づけちゃうと逆にそうなっていくんですね。かといってお着替えはね、コスプレ的な楽しさもあるからね。確かにそれが楽しいってこともあります。プレイヤーがそこに気になるか気にならないかのラインだと思いますね。でそこでね、その世界を救う命がけの戦いをね、しなきゃいけないからね。その時にね、コスプレ集団がね。そういう印象がいろいろガラッと変わってきちゃう部分の調整というかバランスのバランスはあると思いますね。ここがやっぱり大切にしてきたという。ありがとうございます。さあ、ここまでですね、バトル、そして、ジョブシステムについてちょっといろいろとお話をさせていただいたんですけども、最後はキャラクター、そしてシナリオについてどうでしょう。お二方は過去の作品でこのキャラクター思い出に残ってるなみたいないますかね。敵とか味方でももちろん全部含めてで。エアリーかな。それはもう全員印象残りますね。深く語れないというかね、あれかもしれないですけど。確かに語りにくい。どうなの別にね、可愛い妖精ですね。そう、可愛さもすごいいいんですよね。エアリーの無垢さ、そのキャラクター感、デフォルトの4人のキャラクター感みたいな、声も完璧っすね。道中もね、たくさんおしゃべりしてくれる。例えばブレイブリーのキャラクター、これ作っていく上で大切にしたよっていう部分って何かあったりするんですかね。そう、実はブレイブリーの
主人公4人は、完全にゲームシステムの方から入っています。アニエスさんは、その世界中のクリスタルを巡りたい人。そうですね。シナリオ。イデアはあれジョブ集めたい人。アスタリスク。で、リングアベルは世界の街を巡りたい人。あと D の手帳に書かれている記述、あれを追っかけたい人。そうですね。ティズはあれです、村復興したい人。まさにすれ違い村復興したい人。ゲームシステムの結びつき、メインとなるゲームシステムのモチベーションをそれぞれ分割して持たせているっていう。ああ、なるほど。確かにそう言われれば全部そうですもんね。ゲームシステムをこうドライブしていく役割で設計しましたね。そのキャラクター4人がいるからそのストーリーが成り立ってるって感じですもんね。キャラクターとシナリオどっちがこう先というか。ゲームにもきっとよるところあると思うんだけど、ブレイブリーとかだと、やっぱこれゲームシステムから入っているので、シナリオって言い方になるんだろうなと思いますね。これオクトパスもそうなんだけれども、この人たちはなんで旅出んの、何の目的でみたいなっていうスタートの話と、あと最後何が立ちはだかんのってこれに尽きるんですよ。中間のところでいうと、ブレイブリーでいうとアスタリスク所持者たち、この辺りはキャラクターから入ってると思う。なるほど。与えるべきジョブ、ジョブをどの順番でプレイヤーに渡していくか、その設計からあって、やっぱり最初は白黒ナイト文句みたいな。確かにそうですね。ベーシックなところから渡さないと遊びづらいしみたいな。スタンダードな、そうです。もう聞いただけでもこういう立ち回りすればいいんだが分かりやすいというか。オクトパスも最初の8人とかはそうだよね。お話をどこまでをお話と知るかなんですけど、お話が全部終わってからキャラクターの絵を起こすとかではもちろんなくて、ある程度キャラクターのこういうお話をするんだって大枠が決まったところで絵を描いてキャラクターを定めて、じゃあこのキャラクターだったらこういうお話かなって話を詰めていくって感じではあるので、お話がありキャラクターがありお話がありみたいな順番かもしれない。お話ベースで始まったとしてもキャラクターが絶対重要になってくるし、そのキャラクターにはこんなストーリーがっていう部分ですもんね。オクトパストラベラーの中でも、結構一番難航したのが神官のオフィリアだったりするんですけど、実は神官の目的が全世界の成果を成果巡礼して成果の導きを人々に与えるみたいなミッションって、なんかあまりに目的意識を強くしすぎると嫌な人に聞こえる。なんで成果を信仰しないんですか、皆さん成果信仰するべきですよみたいな。確かにそっか、うがった見方をできるキャラクターになっちゃうなって話に一回なった時に、このキャラクターは成果を巡るのが目的だけれども、それ以外のことをどうしてもやってしまうような優しい人なんだってお話にしないとちょっとお話まとまんないなってなったので、キャラクター性がそこでやっぱ途中で変わって。なのでイラストも変わりました。そうなんですね。もともとキリッとした感じの女性で、私はこの神様を信じますみたいな感じのキャラクターだったんですけど、よりはもっと人が大事、助けて困ってる人がいると助けずにはいられないみたいなキャラクターになった時に、ちょっと顔を描き直そうっていうので描き直していただいてみたいなシナリオからキャラクターに戻ってくるって時とかもあります。なるほど、そうなんですね。じゃあ本当にどっちが先っても言い切れることはないっていう感じなんですかね、やっぱりね。タイトルによりますね。トライアングルストラテジーとかだと完全にシナリオが先って感じですね。そこに後からキャラクターをって感じ。キャラクターとしてはなんですか、バトルのロールで必要なそのキャラクター像たちはいるんですけど、やっぱりシナリオにリードされるって感じですね。そのシナリオ、これを作る時ここ難しいんだよねみたいなところってあったりします？いろいろあるとは思うんですけど、もちろんどうですシナリオ。全部難しい。そうですよね。それどれがって言われても全部ですよね。未だに答えはわからない。毎回手探りずっと続けてるんですけど、確実に難しい点としては、さっきお話したところの最後何が立ちはだかるの、目的というか最後のラスボスは何なんだ、そいつは何しようとしてんだみたいなやつで、なんですか、よく言ってるのが、冗談半分で言ってるのが、邪神は甘えっつって。邪神は甘え。邪神は甘え。最後なんですか、一生懸命お話やってって、
旅立ちの動機があって、一生懸命、キャラクターとしての成長もしながら、なんだかんだ出会い別れやって成長しながら積み重ねていって、最後の最後、邪神出てきて、滅ぼすぞっつってそうはさせないっつって、まあそれでも物語終われるけどまあ確かにそこまでのストーリーの深みの部分はなんかあれですよね。もうちょっとなんかないかななんつってね。っていうのもあってオクトパストラベラーでは、人同士のちゃんと争いで完結して、最後邪神いるんですけど邪神いるんですけど、あれはサブシナリオにしたんです。なので本当にやってもやらなくてもいい裏ボスとして邪神を置いて見たみんな感じで甘えないように頑張って見たんですけど、やっぱ最後の最後のバトルは華やかになんか人間じゃないなんか派手な敵と戦いたいよねっていう事情もやっぱあるなって、オクトパストラベラーもやっぱあったけれども、メインストーリーよりもやっぱ最後のガルデラとの裏ボスでなんか全てがこう一箇所にお話が帰結してとても良かったみたいな話とかも受けたので、オクトラ2の時はもう逆に言うとなんかそこまで含めてちゃんとメインストーリーにしようっていうふうに考え直したりもしてるので、邪神は甘えかもしれないし、なんかタイトルによるもしかすると邪神が求められてる可能性もあるかなっていうのも、確かにそっか、そうですよね。王道で言うと確かにそうなっちゃうんですよね。確かに邪神とかって逆に言うと次来るよねってところに来ない時の残念感この後来るだろうなと思ったらいや こいつがボスですよってなった時の確かにザ王道になると本当にこう世界を滅ぼすぞの悪いやつがドーンっていうパターンはもう王道ってイメージはありますけど、トライアングルとかだとね、最後まで邪神出さなかったんですよ。でそれでなんか大人物語としてね、なんか喜ばれてもいるし、ジャンルの違いもあるでしょうね。ジャンルもあると思いますね。堀井さんと話したりだとか、川津さんとか話しても、結局最後はラスボスだよみたいな、これがハマりはもう完成したようなものみたいなこと言われてて、なんつうか、一つ真実が大事なポイントなんだろうなって。苦労してたどり着いて最後にドーンっていうのを倒して大団円がやっぱり気持ちいいっていうのはありますもんね。確かにね。王道 RPG のシナリオって言い方すると、なんつうかこれもなんか冗談みたいな感じで言うんですけど、タウンダンジョンイベント、タウンダンジョンイベント、タウンイベントダンジョンかでダンジョン潜って、バトルで勝って解決、これワンセットみたいな。大概の出来事がなんつうかダンジョンの奥地にいるやつを殴って解決の繰り返しみたいな、そんなことあるみたいなそこの難しさありますよね。アドベンチャーゲームみたいな作りでゲームを考えようとするとやっぱうまくはまらなくて、どうやってもやっぱダンジョンに行ってほしくて、でダンジョンの奥で何かと戦ってほしくて、そうなんですよ。そこに行かないと道中の敵も何もない状態で進んじゃいますしね。ブレイブリーとかでもたまにそのお客様の声で目に入るのがね、話し合えよみたいな。でも話し合って解決したらゲームにならない。そうなんですよね。全てそうなるんですよ。会議室で終わっちゃう話になっちゃうから全部が。だからバトルを楽しませたいなんですか、ゲームなのか、もちろんね話し合いで解決させる RPG もねあるっちゃあるんで、どこを楽しませたいのかってポイントはあるかもしれないですね。オクトパストラベラーの場合はやっぱりこう群像劇といいますか、こう主人公はもう8人というか、もう主人公の数がまずこう多い、もう誰でも主人公だよみたいな、この主人公像の部分っていうのはどう考えてこう作っているんですかね。でまず最初は、役割から決めていきました。そのバトルにおける役割、アタッカーとなんかサポーターと、ヒーラーとなんか魔法アタッカーとみたいな。みたいなものをじゃあ8つのそのジョブに分けるとどういうバランスがいいかな。でジョブが決まった後に、じゃあどういう地方にどういう人が配置するのがいいかな。グラフィックが特徴のゲームでもあったので、できるだけいろいろなロケーションいろいろな風景が見えるようにしたいっていうので8地域に分けて、それぞれじゃあヒーラーアタッカーって並ばないように
っていうので配置を考えていって散らしてみたいな散らしていってで、ちょっとバランスをとっててここに神官ここに学者ここに剣士みたいなところからじゃあその街でどういった話で何を目的に旅立つのがいいかなっていうのをなんか後から目的を考えていったっていう感じでした。そう意外とどこから始めてもどう回ってもちゃんと役割が揃うように配置したような気がしますね。どういう向きでも4人揃った時点でちょうどバランスが良くなるぐらいな。確かにそうですね。そう言われれば確かにそうだ。実は結構理屈っぽく作ってすごいすごいですね。オクトラ1作目は本当になんかリズムで作ってった感じでした。キャラクター性格についても性格の4つの要素みたいなやつをなんかばらして、なんかこのキャラはこれだからみたいな、ドライとクールってどう違うんでしょうねみたいな感じでねドライ系クール系和み系となんだっけワクワク系みたいななんか4個に分類してそれぞれ男子4人女子4人で分けてどこのカテゴリーかなで。オクトパスはちょっとブレイブリーと違って人数が多かったので、できるだけキャラクター同士被らないようにっていうのも考えなければいけなかったので、確かにいろんなバランスの調整も入りつつストーリーもありつつで、キャラクター性の部分を深めていく工夫としては音楽的な演出みたいな部分もかなり活用してるのかなと思うんですけども、こだわってる部分とかって何かあったりするんですかね。ブレイブリーとレボさんの、名曲揃いなんですけど、キャラクター性を深めるっつうと必殺技じゃないかなと思いますね。ターン制コマンドバトルで頭使ってじっくりとっていうのが基本なんですけど、急にそれ逸脱するんですよ。そうですね。激しくなりますね。必殺技始めると90秒音楽かかって、その間だけ90秒間だけは特殊な効果が乗るんですよ。そこだけアクション味が、そこだけせかせられる。そこだけ現実の時間で動いてますもん。そう何ターン分じゃなくて90秒。90秒なんですよね。そうですよね。終わる前に次の必殺技つければまだそのバフが続いていてバフが重なるんですよ。重なってアニメとかでいうね勝利 BGM、勝利音楽、これかかったら勝ちでしょみたいな、なんかそれやりたいっつってなるほど。オクトパスだとね、ボス戦前じゃない？そうですね。オクトパストラベラーだとそれこそキャラクターごとのモチーフがある中で、バトルに入る前にイベントシーンでキャラクターのテーマがかかるんですけど、それがうまくそのバトルの曲につながるような、8キャラ分ちゃんとつながるような仕組みにしていて、やっぱ先ほどの話にも通じるんですけど、なんかダンジョンの奥で絶対ボスと戦うので戦うからっていうそこのタイミングで一番かっこいいところでテーマがかかってそれがなんかかっこいいバトル曲につながるっていう、一番なんかキャラクター性も出せるしイベントの盛り上げにもつなげられるっていうところで、ボスバトル曲にね8人分のモチーフから違和感なくつなげてくださいっていう。そうですもんね。つながっていくっていうのがだってそうですもんね。展開としてボタン置くのタイミングとかも待ちながらでしょ。そうです。でその何小節のところで決定ボタンが押されたらここから変わるみたいな。なるほど。そこの調整のでまたシステムでいろいろすごい工夫してますね。今まで散々お世話になったわね、支配人様。さて本番の出番ね。すごいスムーズにボスに入っていくなと思ってたんですけど、でもやっぱりボスの BGM は盛り上がりのある曲じゃないですか。どうなってんだろうと思ってたんですよ。ボスの曲は同じはずなのになんかそれぞれちょっと重めな感じのテーマからいきなりボスに入っていくとか、ちょっと明るめだったのかなと思いきや急にバーンとボスに入っていくみたいな盛り上がり方が、あれオクトパスのねコンポーザーさん錦さんがね、その人数分違和感なくつながれるブリッジを作ってねキャラクターごとに別のボス曲を作るってことももちろん考えうるんですけど、やっぱり
ボスキャラ逆に言うと曲数が多くなりすぎると、曲の1曲の印象って減っていくと思うんです、これってどこでかかってた曲だっけってなっちゃうのに比べると、やっぱオクトパストラベラーボスでかかる曲っていうのはこれだよねっていう、確固たるものがある中で、ちゃんとキャラクターのテーマがそのトランジションで入っていてっていうところで、なんか曲数は増やしてないんだけれども、印象としていろいろなキャラクターでちゃんとつながるような曲になってるというところが面白いと思います。そこのこだわりの部分がやっぱりあったんですね、そこは。ここまで聞いてきましたけども、キャラクターについてとシナリオについてでございますけども、 RPG というこのジャンルにとってのシナリオっていうのは、どういった役割なのかっていうものをもうぐっとまとめてここはお話をお伺いしようかなと思うんですけど、ちょっとこれもまた難しいですかね。どう思われますかね。自分で言うとやっぱりゲームプレイのドライバーだと思います、システムの導入もそうだし、そのゲームを遊び続ける、続けさせるためにそのゲームシステムがゲームサイクルが面白くなきゃいけないのはそうなんですけど、次どうなんだろう次どうなんだろうっていうところの、ゲームを続けるモチベーションにもなるし、僕ら企画するときによく言うんですけど、そのゲームが面白そうなのか面白いなのか、面白かったなのか、ゲームのアイデアってこの3つに分かれると思っていて、遊ぶ前に面白そうっていう聞いて紹介してこんなゲームで面白そうなんだよっていうのと、実際遊んで面白いって全然違うんですよ。バトルシステムって大体聞いただけじゃ面白いってあんま分かんないんですよ。プレイしなきゃ分かんないんですよ。で面白かったのところって、クリアして面白かった、ここシナリオの割合超でかいです。そっか、この充実感の部分ですよね。終わったの時のなんかいい体験だった気がするみたいな他の人に勧めたい、せっかくね50時間以上ね遊んでもらって終わりのところで、こここけたら全部台無しなんですよ。でここ良かったら丸子様綺麗に終わりよければじゃないですけど許していただけること多いんですよ。そういったところでなんですか、ゲームを続けてもらうところの大事なポイントだったりだとか、風呂敷を畳む、満足面白かったっていうところの大きな役割じゃないかなって僕は思いますけど、どうですか？やっぱりRPG に一番期待されてるのはシナリオだと思ってます、自分も。そうですね、やっぱりそのシナリオがどうかっていうのがやっぱり RPG のゲームにおけての評価の大部分になってるかなと思っていて、それが結構皆さんシナリオが面白い、面白くないってまとめられるんですけど、それがなんかシナリオテキストが面白くなかったのか、なんか含めたゲーム体験が面白くなかったのかって同じく語られてることが多くて、自分は今までシナリオテキストだと思って何とかできないかなって考えてたんですけど、わりかしそのテキストじゃなくて体験としてなんかちょっと良い悪いみたいな判断がされるのであれば、逆に言うとテキスト以外で補足できるお話の面白さみたいな部分でもうちょっと頑張った方が楽しんだいい思い出としてゲームを体験してもらえるのかなっていう方にちょっと考え始めてたりします。どちらかというとなのでシナリオドリブンというよりはそのゲーム性ドリブンで、シナリオはそこになんかちゃんとなんか寄り添う、そうシナリオありきのゲームかゲーム性ありきのゲームかみたいな話とかもよくするんですけど、なんかまずはゲームありきでそこに合うシナリオみたいな、シナリオがあってそこからゲームが生まれるというよりはそっちの方がなんかちょっと僕らが作るゲームには合ってるのかなって思ってるんですが、必ずボスはダンジョンの奥に行って殴って解決だけど、でそれをなんか退屈じゃない体験にするのってテキストでなんとかするのか、ゲーム設計でなんとかするのかっていうところが、そうなんかシナリオがっていうお叱りを受けるタイトルがあった時にどっちなのかなってちゃんと見極めないと変な方向になんか次のタイトルはしようってならないようにっていうふうに自分を戒めてたりします。
本当にそこのシナリオのあり方の部分は、今後もいろんな試行錯誤じゃないですけど、ちょっとずついろんなことを試してっていうことなんですがね。あと最近だとやっぱなんですか、ゲーム体験だな、ゲームに求められてるのはっていう、わざわざゲーム遊ばれてる方たち、ゲームはね、映画見る本読むじゃなくて、映画とかネットフリックスとかでたくさんコンテンツがある中でストーリーになるものがあるけどっていう、そこでゲームを選んでいただいてる方たち向けなのでね、やっぱゲームならではっつうか、ゲームを楽しんでもらうためのっていう気はしますね。確かにね。なるほど。僕らもね、またね、10年後にね、そうなんですよね。10年前はそう言ってましたけど、やっぱりテキストですって話になるかもしれない。いや、そうなんですね。今こういう話をした後で、じゃあブレイブリーデフォルト遊んでくださいって言うと、なんか10年前の自分だからなっていうのとかが。ということで、インタビューのお時間もですね終盤となってまいりまして、ここでですね、リマスター版、HD リマスター版のプロデューサー松下さんからですね、本日コメントをいただいておりまして、ちょっとこちらを見ていきたいと思います。それでは動画お願いいたします。ブレイブリーデフォルトフライングフェアリー HD リマスタープロデューサーの松下です。主にデバッグをする部門なんですけど、テストプレイを運用するチームがありまして、でその中の一つだったのがブレイブリーで自分ともう一人で担当してっていう感じだったんですけど、浅野さんのチェックしてほしいチェックリストもらうんですけど、これやろうとしたらすごい時間かかるねってなったんですけど、でもこれやる意図は分かるから、僕らでテストプレイしてなるべくフィードバック返そうよって言ってね、すごい長い時間かけていろんな人にもプレイしてもらったし、自分たちでもねアビリティの効果とかを調べて、今こうなってますけどこうの方がいいんじゃないですかとか、いろんな意見を浅野さんにも伝えて、当時プロデューサー浅野さんだったんでね、アビリティ1個の効果について激論を交わしたとかね、なんで主にそのテスティングのフィードバックを担当してたんですけど、ちょっと役割を超えて、なんか思い入れを持って当時も対応してたなって思い出しますね。ジョブバランスを特に気にされてたなと思っていて、どのジョブを使った人でも楽しくプレイできるやつにしたいんだって当時からも言ってて、ちょっとソードマスターが気になるから、ソードマスターっていうのは基本的にカウンターを主体にしたジョブだったんで、カウンターって取るにはまずダメージ受けるのが前提なんですよね。ダメージ受けながらもちゃんとメリットが生まれてんのかな。松さんこれソードマスター入れて一周してくださいみたいなことをねお願いされたりしてね、で実際やったんですよ。で実際やった上でもうちょっとここしてほしいみたいなのでね激論化してましたね。で浅野さんもそこにいて、アシスタントプロデューサーの当時は高橋さんだったんですけど、みんなで集まってみんなでゲームの話して、で気づいたら3時間か4時間ミーティング時間をオーバーしてるみたいなね、そういうのが普通にあったプロジェクトでね、そういう関わり合いをしておりました。グラフィックの HD 化と UI の刷新というところですね。 3DS の元リソースだとね、ちょっと簡素な表現テクスチャーだったりしたのをちょっと今のゲームの水準に合わせて綺麗に見えるように、であとやっぱりフィールド画面でね、当時地平線が見えてなかったんですよね。で僕ファイナルファンタジーやってた時に初めて地平線を見た時にすごい感動した覚えがあって、どうせ新しくするんだったら地平線は絶対見せたいなとかね、世界の広がりを感じてほしいなっていう、そういうところを手入れたりしましたね。であと本当に細かなところなんですけど、当時の開発が大事にしてた点とかはね、もう一回ブラッシュアップしようっていうので、例えばイベント時のねエアリーの羽の透明性とか、今の表現でエアリーをやろうとするとどうなるのかなってもう一回ちゃんと考えて、浅野さんにもう一回聞いて、当時どういう表現したかったんですかみたいなね、なんかこう妖精がそこにいることで光ってる、ぼんやりと光ってるみたいな表現がしたかったんだみたいなことをおっしゃってたんで、
もう一回そういう風に見えるように再調整しようとか、あと戦闘中のブレイブの炎とかですね、赤い炎がバッと出るんですけど、今あれを再現したらちょっとやっぱり物足りなかったんで、ブレイブとデフォルトはやっぱり基礎システムなんで、炎のエフェクトを少し当時より豪華にしてて、でもそれも言われないと気づかない自然さになってくれてるといいなって個人的には思ってて、当時もこうだったって思いながらも地味に綺麗に見えるってなってれば、それは思い出を壊したことにならないと思うんですね。そういうところを大事にしたのかなと思ってます。原作にあった3DS 自体の機能、すれ違い通信っていうんですけど、本体同士を持ち寄ってデータを交換できるっていう機能がねあるんですけど、あれはスイッチ2にはない機能なので、もう本当に同じことがやれないとブレイブリーじゃないなと思ってですね、形を変えて実装してます。今回は街でのすれ違いっていう感じにして、国内だったり海外だったりのプレイヤーの人たちが一緒に遊んでるよっていう感覚を、街に配置した NPC とすれ違うことでそのデータを獲得できるという感じに形を変えて実装してます。はい、やっぱりでも当時プレイしてたからこそ思い出せることもあって、でそういうのをなんか開発でね検討するときに生かしてたりしますね。新宿行くとすごいすれ違えるんですよ。会社に行くたびに持ってったりしてて、でそれすごい楽しかったなって、で楽しさがね今はねWi-Fi を有線接続介してできれば、きっとユーザーさんには喜んでもらえるだろうなって思ったんで、なるべく再現できるようにすごい頑張った点ではあります。はい、スイッチ2の新機能のマウス操作を、使ったミニゲームを今回2種類実装しておりますと。マウス操作のね新機能についての説明を任天堂さんから聞いた時に、もうその話聞いた時点でもう何かやるぞって思ってましたね、正直。でやっぱりそれは当時のもう浅野さんたちのチームがどうやってゲームを作っていったかっていうのをやっぱり間近で見てたので、チームだったら新機能と聞いて挑戦しないわけがないなって思ってたんですよね。なんでこの機能使って何かやれないかなっていうのは、やっぱり原作の 3DS 作ったチームに負けたくないとも思いましたし、でそういう挑戦があったからこそ受けたゲームでもあるなって思ってたんで、ユーザーさんから見ても何かあった方がきっと嬉しいだろうっていうことで制作を決めました。光で応援リズムキャッチの方は基本的な画面構成がね、ノーツが降ってきて、でキャラが後ろで踊ってるっていうのはもう見た目でキャッチーだし、でゲーム性も伝わりやすいだろうなと、新機能であってもっていうね、でとっつきやすいだろうなってシンプルに思ったんで一つ決めたのと、リングアベルのパニッククルーズはこれどういう風に操作するんだろう、どういうゲームなんだろうって興味を持ってもらう役割をしてもらいたいなと思って決めた感じです。打輪を持ってね、コードレバーを上下させるっていうね、かなり企画で時間を割いて、これならいけそうだっていう形に落ち着くまで本当に苦労したんですけど、でもその分思い入れがすごいありますね、どっちも。ミニゲームは本当に本気で今回も作って全力で取り組みました。さあということでこちらねお話をお伺いしましたけども、 VTR でのね、松下さんでございましたけども、なんか途中で原作当時の思い出話も一言二言ありましたけども、こう会議が長引いたみたいな思い出あります、やっぱり。冒頭のちょっとねお話したこともあったんですけど、バランス調整、ジョブごとのね、バランス調整なんですよ。やっぱ、改めてすげえ気使ってやってたなって思いますね。
当時の体制だと自分と高橋が一生懸命テストプレイしてチェックする、まあ、そのやり方は限界あるだろうということで社内の中で一緒にチェックしてるチームがあったもんですから、じゃあちょっと付き合ってくれっつって普通ってそのチームとかってまあ数時間遊んでもらって意見もらうみたいな、そういうチームだったんですけど、まあ、クリアまで一緒にやろうっつってもうじっくりと一緒にやろうやろうとクリアまでやろうっつって、でよしクリアして意見もらって、よしじゃあ2週目よしじゃあ2週目いくよっつってよし調整したからよしじゃあ3週目だっつってもうめちゃめちゃ付き合ってもらいましたね。ずっと遊んでっていうめちゃめちゃ付き合ってもらってましたね。つけてくれたんですね、松下さんね。ソードマスターの立役者ですね。まさにそうですね。おっしゃってましたね。もう当時の苦労もあっての、このゲームができて、でそれがまた今リマスター版としてそうですね、出るということで、新機能、そのダブルマウス使ったミニゲームが入っている。であとまあグラフィックスすげえ進化してます。3DS やっぱ画面小さかったなって思います。まあ裸眼立体視超素敵なんですけど、今回そのフル HD のその画面解像度で、そうですもんね、サイズも、初めて見た。そう初めて見た。基本的には当時のリソースなんですよ。そこからアップコマートとかかけてるんですけど、基本的には当時リソースのままなんだけれども、こんなに綺麗に見えんだみたいな。っていうところに驚きます。新鮮な驚きがあるはず。あとまあ当時シナリオを書いてもらった網代さんがちょっと追加の小話加えて書いてくれたりだとか、それに生島さんがねちょっと挿絵添えてくれたりだとか、そういうこともしてます。あともう一つ音楽、まあレボさんが作ってくれた名曲たち、基本的には同じなんですけど、スピーカーが違う、性能が違う性能の違いがやっぱり。当時もレボさんが曲を納品してもらうときに、やっぱ3DS の小さめなスピーカーだったので、やっぱ楽器によって割れちゃう、音が割れてしまうっていうのもあったので、ちょっとラジカセで一回流してみてチェックをして、でそれで OK だったらじゃあちょっと入れてみようみたいな感じとかで、フルのすごい環境でチェックした後にあえてラジカセでもチェックしてみたいなことをやってたんですけど、今回本当にサントラとほぼ同じ綺麗な状態で聞こえてくるので、一番最初になんか画面の綺麗さもなんですけれども、音の綺麗さにびっくりしました。ぜひ体験してほしいですね。いや本当にこれはね、ぜひ皆さんにもね、プレイしていただきたいと思います。ありがとうございます。さあということで、ちょっと貴重なねお話、今日はいろいろとお伺いしました。本当にありがとうございました。ここでエンディングのお時間が来てしまいまして、最後にですね一言ずつちょっと皆様にコメントをいただければと思うんですけども、まずはですね松下さんから、ユーザーの皆様へのメッセージを、まずはお願いいたします。ブレイブリーデフォルトを支えてくれていたファンの皆様には、本当に皆さんの声援がなかったら実現しなかった企画なので、応援いただいて本当にありがとうございました。スイッチ2を購入いただいた方にはぜひ試していただきたいです。お求めやすい価格にもなってるかなと思うので、選択肢にねぜひ入れていただけたら本当にこれ以上嬉しいことはないかなと思ってます。松下さんありがとうございました。でお二方にぜひ開発チームとしての今後の展望みたいな部分についてもちょっと一言ずつメッセージを何かいただければと思うんですけども、まず高橋さんからよろしいでしょうか。はい、今日こういった貴重な機会いただいて、なんか12年前にこんなこと考えてたなみたいなのを改めてちょっと初心に帰ってなんか良い機会だったなと思いました。これからも、ブレイブリーデフォルト、オクトパストラベラーみたいなゲームを作り続けていくと思いますので、こういったゲーム好きだよって言ってくれる人が年々年齢上がってるんですけどちょうど僕と浅野さんのちょうど間ぐらいの人たちが平均年齢になるので、なんかそこを狙って作っているものなんですが、ちゃんとそういった方々、ゲームが長い間好きでいていただいている方の、期待に応えられるようなゲームを作んなきゃなって改めて思ったところです。頑張りますので、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうですね。今回、王道 RPG のエッセンスなんて、なんつうか、ちょっとおこがましいというか、それは思いました。
ですけど、まとめると10年以上やり続けてはいるのでね、お話もしましたが、未だに手探りです。はい、ああかなこうかないつも手探りな中やり続けてます。はい、でそうですね、高橋も言った通り、ブレイブリーやらオクトパスやら、こういった王道的なねスクエニっぽいスクエニのファンのお客様がね喜んでいただけるようなゲーム作っていくと思うので、変わらず応援していてもらえると嬉しいです。たけさんみたいなね若い人にもね遊んでもらわないといけないのでね、ありがとうございます。ありがとうございました。さあということで、本日この動画良かったよと思う方はぜひグッドボタン、そして感想はですねコメント欄や SNS で、ハッシュタグをつけてね書いていただきたいと思います。ハッシュタグはインサイドスクエアエニックス、こちらをつけてぜひお願いいたします。さあそれでは改めまして本日は浅野さんそして高橋さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。